But you know the Japanese is always longer than the English. そちらの事務所が話題について。うちは相手方の場合冤罪、完璧な冤罪です。I've cut some out. Cut a little bit out. It's fine. Hopefully I'll cut more out as I go. It's all pretty good. ちょっと正式に裁判Elbow band. Okay. Delicious dinner. Izakaya. Sunday? Just them? Okay. We got the alcohol. Oh, yeah. Sunday. Well, she didn't come to the slaughterhouse today. Okay. Oh, but she was supposed to. We thought so. She was she came at lunchtime with the children. I'm not sure. Oh, are we live streaming?皆さんもうちょっと前空いてるのでどうぞ待ってくださいよ。現時点でその団員が何歳No, that's, but I can figure it out. Quite healthy. Thank goodness. Thank goodness. Right, I might encourage her a little bit if I didn't get much next
It's not a very exciting film. One shot. 捉えられるということはあり得るから。人の弁護士だから事件の真相が説明すれば分かるというふうに安易に考えやっぱり勉強してきてください。一番すごいいろいろ言うんだから。No, it's just short. 多少の系列違いが自分がさ、疲れるさ、答えられなくなっちゃうからそういう場合あるわけだから。もう6%自信持ってればいいけど、それである意味なんていうか安心しない方が。どこまで進んでどういう趣旨になるか紹介の部分はね、僕らの何言ってるかとか知らないけど、まあ、その中でね、1時間もそういうデータも入ってるかもしれない。だから、先週、もう、どっからしても14日ですけど、2週間以上あったんじゃないですか。じゃあ、いいですか。聞いてたら、はい、お仕事を終わられてお疲れのところ、今日は多数お集まりいただきましてありがとうございます。これからの社会運動ユニオニズム研究会、レイバーローツの歴史とアメリカ労働運動ということで、公開研究会を開催したいと思います。私は司会をします、初代編集長レイバー研究教育センターの高須です。今日はデトロイトからジェーン・スローターさんですね、レイバーノーツの創設者として、1979年からレイバーノーツに関わって活動されてきましたし、いろんな職場でいろんな活動もされてますので、後でお話もあるかと思いますが、よろしくお願いします。それからもう早速通訳やっていただいてますけれども、東京共同法律事務所の木下弁護士に今日は通訳をお願いをしました。完璧な通訳です。日本語英語をもう瞬時にやってくれますので、よろしくお願いします。で今日の予定ですけれども、これから大体1時間ちょっと、正味は結局日本語英語のあれがあるので30分ぐらい、全体で通訳入れて1時間ぐらいお話をいただいて、ちょっと通訳の方も疲れると思うのでちょっと休憩を入れて後半1時間ちょっと質疑をなりご意見があれば出していただくということでやり取りをしたいと思います。ということでレイバーノーツは1979年に創刊されていまして、後ろに現物置いてありましたよね。現物ちょっと皆さんになくなっちゃいました。これがレイバーノーツですね。もしあったら回覧ちょっと、
もうそれしかないようなんで持っていかないで帰るだけしてください。ちょっとペラペラの薄いあれなんですけども、これを月間で、ずっと前から私が初めて見た時、もう25年ぐらい前にああいうスタイルだったので、ずっとああいう形で出しておられるんじゃないかと思いますが、雑誌っていうか月刊誌を出しながら、同時に今ウェブサイト、後で話あると思いますけど、ウェブサイトで、いろんな情報を流されてます。レーバーノーツって、検索していただければすぐページが出てきますので、それを見ていただければオンラインで、いろんな記事が読めるというふうに言われています。日本では同じ時期に、ですね、労働情報という雑誌も創刊されていますが、そちらの展開と含めてレーバーノーツが、どういうふうにアメリカにおいて運動を広げてですね、今日では各年で2500人ぐらい活動家たちを集めて、各年の、大会というか集会を開いている組織ですので、非常に全米に幅広くネットワークを広げて、アメリカ労働運動の改革派として重要な位置にあるというふうに私たちは見ています。ということで、今回はトラブルメーカーズスクールっていうのをやろうということで実行委員会を作って、この土日にちょっとワークショップだったんで、人数限定で70名ぐらいの参加者でちょっと限定で今回できなかったんですけれども、2日間にわたりワークショップをやって、で、本日の研究会、それから明日の案内は配ってない、ありますかね、明日の案内は配ってないですけども、明日は協同組合ということで、明治大学で午後、公開講座も予定がされています。で、その後名古屋、大阪に向かわれて、月曜日かられるんでしたっけ？月曜日に開講されるという予定なんです。それはちょっと前工場長くなっちゃいましたけれども、早速お話をお手元の資料ですね、これ、ジェーンさんがもっと長い、10ページぐらいの、報告内容を作られてるんですけども、それをちょっと全部訳して準備するのが大変なので、その中のほんの少しだけ私の方で作っときましたので、おおむねこれに沿ってお話になられるかとは思いますけど、いろいろこの、レジュメから外れる話も出てくるかもしれませんので、よろしくお願いします。Okay. Thank you for inviting me. It's my first time in Japan. I'm very happy to be here. 本日はお招きいただきありがとうございます。私、日本に来るのが初めてでして、ここに来て本当に嬉しく思っています。Let me ask, how many of you had heard anything about labor notes before today? Raise your hand. 伺いたいんですけれども、今日以前にレーバーノーツについて聞いたことのあった方は手を挙げていただけますか？ Oh, everybody. みんなですね。I should go home. もう話すところありません。帰ります。Okay. 冗談ですが。I want to say that, first of all, I'm a little bit embarrassed because I think when I talk about labor notes, I sound like I am bragging. 少し恥ずかしい思いもあるんですけれども、なぜかというと、そのレーバーノーツについて話してくれと言って話していると、まるで自慢話のようにも聞こえる気がするからです。So please forgive me for that, but the truth is I am very proud of labor notes. そこはお許しいただきたいと思いますけれども、実際問題私はレーバーノーツを非常に誇りに思ってます。And also I want to be clear that when I talk about how labor notes has had success, I'm talking about what worked for us in the United States. I'm not saying, and you should definitely do the same thing. I don't know that. レーバーノーツで、非常に成功を収めたというようなものをしますけれども、そういう話をするときに、必ず日本で同じことをやるべきだというふうに、言うつもりはありません。そこについては私も正直わからないところでありますので。But I hope you will be able to profit from our experience.
ただ我々の経験に学ぶことがあれば幸いだなというふうに思います。So the talk is a combination of talking about the politics of labor notes and the practical details of how we do it. で今日のお話はレーバーノーツの理念的な部分と、あとはその実践面どうやってやっているのかというお話を織り交ぜたものになります。Since 1979, our slogan has been, "Let's put the movement back in the labor movement." 1979年以来の我々のスローガンは、労働運動に運動を取り戻そうというものです。We're the voice of the people in the labor movement who want to fight the boss, defend wages and conditions, fight the government when it tries to impose austerity. 我々は労働運動での上司と戦い、労働条件や賃金を守り、緊縮財政に戦う人たちの声なのです。We're for workers running their own unions, democratic unions. 自分たちの組合を民主的に運営する組合を支持します。We reject cooperation between labor and management. 労使の協調には反対です。労使協調路線ですね。We care about what happens in the workplace, where workers are 8 or 10 or 12 hours a day, not just down at the union hall or not just in the political arena. So we're for strong workplace organizations, strong stewards. 我々は労働現場での力を作ることに関心があります。組合の事務所とか政治的な土俵で何が起こっているかというよりは、労働者が8時間10時間12時間1日過ごすその職場現場で力を作ること、職場員に力をつけることにこそ興味があります。 We're for direct action, including strikes. 直接行動、ストライキを含む直接行動も支持します。 We support changing the leadership of the unions when necessary to make those other goals possible. So we support rank and file opposition caucuses who are organizing in the workplace and running for office in their union. そしてまたですね、労働組合の上部ですね、執行部の交代も推進しています。すなわち、一般の組合員が、労働組合内でですね、派閥といいますか、コーカスを作ってですね、役員の立場に立つべく選挙に出ること等も推進します。This print magazine that's been coming out since 1979, it's not quite true that it looked exactly the same, Takasu-san. 1979年創刊のこの雑誌、月刊誌ですけれども、必ずしもずっと同じものではなかったですね、高須さんの言うようには。In the beginning, for a long time, we didn't have pictures, we didn't have color, and it was on yellow paper. 最初は写真もなければ白黒でしたし、黄色い紙に書かれて発行されてました。So we're a little more modern now. なのでもう少し現代化した、近代化したということです。And there are other publications somewhat similar to Labor Notes that are just online, but we're the only ones that have a print publication. レーバーノーツに類似のものがオンラインに、他の組織がやっているものがありますけれども、紙ベースでやっているのは我々だけです。So how did we get started? どうやって始まったかお話ししましょう。Times were very different in 1979. Maybe a few of you can remember, not all of you. 1979年、時は1979年、今とはだいぶ違いました。覚えている方も何人かいるかと思います。知らなかった方もいますが。Kinoshita-san was not born. はい、木下さんも生まれてなかったですね。But there were rank and file upsurges in several unions: the coal miners, the Teamsters, the auto workers, the steel workers. でも労働組合内ではですね、一般組合員が行動を取るということがありました。炭鉱労働者、トラック運転手の労働者、トラック労働者ですね、自動車工場労働者、鉄鋼労働者などです。Sometimes they were striking against the bosses, sometimes they were fighting for democracy within their unions. They were pretty exciting movements. 時には経営側に対峙してストライキを打ったりもしていたし、時には組合内の民主化を求めて、組合内でも戦っていました。大変ダイナミックな時代でした。
But there was no way for them to find out about each other. ただそれぞれの運動体がお互いを知るという機会、術がありませんでした。Neither the mainstream press nor, of course, their own union publications were covering these movements. 主要なメディアはもちろんのこと、個々の組合新聞等も、そのような動きを伝えることがありませんでした。So Labor Notes was formed to connect these workers and help them to see themselves as people who had something in common and should be working together. レイバーノーツが創刊されたのは、これらの組合がお互いの活動をしてですね、同じようなことをやっている人たちがいるんだと、で一緒に行動を取るべきだというふうに思ってもらうために、創刊されました。And that's still Labor Notes' goal, to cohere a current in the labor movement of workers who feel that they belong together and have similar goals, who want to transform the union movement into what it should be. それは今でもレーバーノーツの目的であります、各潮流を融合させてですね、労働運動をあるべき姿としていくということです。And we were always very clear that this was not something that the national union officers could be expected to do. They did not have those politics. でこのことは全国レベルのですね、組合役員がやろうとしていたことではないことは明らかでした。彼らにはそういう理念がなかったからです。It would be up to local leaders to try to become that kind of political force. そういうような政治的な勢力になるべきなのは、なることができるのは、地域のリーダーでしかありえませんでした。So Labor Notes has changed a lot since 1979. レーバーノーツは1979年からだいぶ様変わりしました。In that year, we were only the magazine and a staff of 3. 当時は月刊誌と3人のスタッフがいるだけでした。In 1980, we put out our first short book called Stopping Sexual Harassment. 1980年には初めての短い本ですけれども、セクハラをやめさせるという本を出しました。In 1981, we held our first national conference and 400 people came and we thought that was fantastic. 1980年には初めてのその全国会議を開いて400人の参加者が参列して、それ自体大変すごいことだというふうに感じたものです。Over the years, we've published a dozen books or pamphlets. その後もう十数もの本やパンフレットを発行してきました。We've held 18 national conferences. The last one, there were about 2,500 people. 18もの全国規模の会議を開いてきました。最後のものは2500人もの参加者がいました。We've held a dozen 3-day-long schools about how to fight labor management cooperation. これも十数ものですね、3日間にわたるスクールで、学校を開催してですね、労使協調路線にどうやって対峙するかを教えたりもしました。And dozens of local conferences in cities all around the country that we call troublemaker schools. いくつもの地域でのですね、スクール学校も開いてきました。それはトラブルメーカースクールと呼んで開催してきました。And now our staff of 7 is constantly being asked by different local unions to come and give them education. で我々の今7名のスタッフですけれども、常にですね地域の組合から教育、その学習会等をやりに来てくださいよというふうに、声かけされています。So ironically, as the labor movement has shrunk to just 10.7% of the workforce, Labor Note's star has risen. 皮肉なことなんですけれども、労働組合のアメリカでの組織率が 10.7% に下がる一方で、そういう中でですね、レーバーノーツは非常にその勢力を増してきているわけです。More people look to Labor Notes. Our conferences are bigger. Our book sales are bigger. より多くの人がそのレーバーノーツに興味を持ってレーバーノーツの動きを注視しています。開催する会議の規模も大きくなってますし、本もよく売れてます。If you wanted to measure Labor Note's success by whether the labor movement as a whole is stronger now than it was in 1979, you would have to say we have failed because the labor movement is much weaker now.
レイバーノーツの成功をですね、労働運動が1979年以降進展しているか強化されているかという観点で見るんであれば、それは失敗だったということになるでしょう。今日では労働運動はその頃に比べて衰えていると言わざるを得ませんから。But if you measure our success by the strength and cohesion of the forces who want to do all the things I talked about before, then we are having some success. ただ他方でですね、先ほど冒頭で私が申し上げたやりたいことを我々がやりたいことをやろうとしている人たちの力や力の融合の度合いを見ると、非常に力がついてきているので成功であったということになります。Labor Notes is the glue that holds the reformers together. レイバーノーツは改革者を結びつける糊のような役割です。So I want to say a little bit more about how different it was back then in 1979. Besides the rank and file upsurges in several unions. それではですね、ここからですね、1979年に比べて何が違うのかということをお話ししたいと思います。先ほど一般組合員の行動についてお話ししましたが、それ以外についてもお話します。Unions expected their contracts would get better every time, and they did. 当時の組合の期待としては、毎回その交渉するたびに労働協約によって労働条件が改善されていくということでしたけれども、現実にも交渉するたびにより強い協約を勝ち取ることに成功していました。In contrast, today the employers ask for concessions every time. 逆に今日ではですね、使用者は当然のように毎回もっと情報をしろというふうに言って切り下げを、当たり前のことのように要求してきます。Back then, employers still behaved as if unions had the right to exist. 当時は使用者も経営側にですね、組合は存在する権利があるように扱ってくれていました。Back then, there were still some good jobs where workers had some autonomy, like truck driving. We didn't have digital surveillance of your every move. We didn't have lean production. 当時はですね、当時の仕事では労働者の自主性に任せられるような、お仕事もありました。トラック運転手でいうと、そのカメラでですね、常に監視されているようなこともありませんでしたし、リーン生産方式っていうんですよね、生産管理ですねというのもありませんでした。The reform movements that I mentioned before were in the basic blue-collar jobs that we saw as the linchpin of the economy: trucking, steel, coal, auto. その改革者の中心にあったのは、業種としてはですね、ブルーカラーワーカーの業種にありました。中心的な存在であったのは、トラック、運転手、鉄鋼労働者、石炭労働者、自動車工場の労働者などでした。We never guessed that today the most active members of the labor movement would be teachers. 今日その労働運動の中心になるのが教師になるとは夢にも思ってませんでした。 Back then, nobody was thinking about immigration. 当時は移民労働について考える人もいませんでした。 And there was no pretending by the leaders of the national unions that they had any interest in getting their members involved. で当時は全国組合組織のリーダーたちもですね、組合員全員に関わってもらいたいというように、そういうふりをすることもありませんでした。 They didn't have any programs called Next Generation to get the young workers involved. それらの組合にはですね、より若い労働者を労働運動に関わらせるようなプログラムですね、ネクストジェネレーションプログラム、次世代プログラムなどと呼ばれていたようですが、そういうのもありませんでした。 The union leaders were fat and happy in their suits, and they would negotiate with the boss, and then they'd play golf with him. 労働組合のリーダーはですね、丸々と太ってですね、スーツを着て、交渉使用者とやっては、さっさとゴルフに行ってしまうという、生活を楽しんでました。 Nor did they give any lip service. They didn't pretend to be interested in any kind of social justice or other members or even workers who were not members. They didn't even pretend to care about that.
で、当時のリーダーたちはリップサービスもしませんでしたね。自分は社会的正義に興味があるとか、他の組合に興味があるんだとか、非組合にも関心があるんだ、そういうようなふりもしませんでした。So the profound changes that have completely changed the labor movement actually began the same year that Labor Notes did. で、労働運動に対する、このようなですね、根本的な変化っていうのはちょうどレーバーノーツが創刊された1979年から始まりました。Labor Notes was founded in February 1979, and in the fall of that year was the first time that a big employer, that is General Motors, Ford, and Chrysler, asked the UAW union for givebacks, and the union said yes. This was first. レーバーノーツが創刊されたのは1979年の2月でしたけれども、ちょうどその年の秋にですね、ジェネラルモータースおよびクライスラーがですね、UAW、ユナイテッドオートワーカーズですかね、というその、自動車工場の労働者の組合に対して、譲歩、労働条件の切り下げを求めて、それに組合は応じてしまいました。Before that, the employers didn't know that you could ask for concessions and the union would say yes. それ以前は使用者は労働組合に譲歩を求めたときに労働組合が首を縦に振るとは思ってませんでした。So thus began an employer's offensive, followed by a political offensive against any and all worker rights. そこを契機にですね、労働者の権利を脅かす使用者側の構成、そして政治的な構成が始まりました。27 states now have a law which we call a right to work law. I won't explain why it has the name that's the opposite of what it means. 27の州がですね、ライトトゥーワーク労働権法と呼ばれるようですけれども、その内容はその名前とは裏腹なものなんですけれども、These are laws that are purposely designed to weaken unions by giving any worker the right to quit the union, and so therefore breaking the unity. この法律は明確にですね、組合を辞めることができる権利をですね、労働者に与えることによって、団結を破壊する目的を持った法律です。So these terrible laws, which used to exist only in the South and the Far West, now they exist in the Midwest, which was the heartland of unionism. For example, Michigan, Detroit. Now, even my state now has this law. もともとは南の州とかですね、西の方の州ですね、にのみあったこれらの法律はですね、アメリカのその中西部にまで及んで、ここっていうのはもともとその労働運動が中心地ではありました。ミシガンやデトロイト、私が住んでいるところでもこういう法律が入ってしまいました。So at the same time these terrible things were happening, there were some things the other way. For example, the internet. So we now have a much easier time getting people connected to each other and getting information out. こういうマイナスな動きの一方で、逆方向の動きもありました。一つはインターネットですね。これによって、人たちをよりはるかに容易にですね、つなげていくことができるようになりました。There's now a much better understanding of the need to fight against racial discrimination, gender, lesbian and gay discrimination. また、人種差別やですね、性差別、あるいは LGBT の差別にですね、戦うべきというような意識が、強まっています。Many more immigrants have come to the United States, and so that's had a very good influence in many ways. We've learned a lot from the different immigrants, but then we've also had to deal with the backlash. あとは移民労働者ですね。移民労働者が入ってきたことで、我々も非常に学ぶべきことも多いということがあります。他方で、移民労働者に対する構成にも対応しなければならなくなったという側面もあります。And then we've had the invention of a new form of worker organization, which is not a union. In the U.S. it's called a worker center.
I think it's kind of like your community unions. Maybe you can tell me more. And we've integrated that into our work. でまた新たなその労働者の組織形態、ワーカーセンターと呼ばれるものができました。これは皆さんの言うその地域ユニオンのようなイメージなのかなというふうに思いますけれども、また後ほど詳細を教えていただければと思いますけれども、これらも我々の運動に取り込むということになってきました。Oh boy. Maybe not. No, it's a whole hour. That's right. Okay. Okay, so what do? We have our magazine. The magazine is a mix of news articles, how-to articles or how we did it, viewpoints, like opinions, and analysis. ちょっと雑誌について話したいと思いますけれども、構成としてはニュースですね、普通のその、情報の記事ですね、あとはどうやって運動するかという How to ですね、How to の記事、あとは実際に行われた運動をですね、どうやって成功したかっていうその体験談ですね、あとはですね、意見ですとか、あとはその分析とこれらの記事からなります。The emphasis is on sharing good news with sort of a how they did it slant. So we don't just say the workers won their strike, we go into detail about the tactics and strategies that they used so that others can learn from that. ですからこういうような記事ですね、良い記事を、良い内容ですね、良い運動の内容を共有したいんですけれども、そこで重視されているのは実際にどうやって行われたかという方向ですね。そこに、なんていうか軸足を置いて、書くようにしています。例えばそのストライキが成功したといった場合には、それを事実として伝えるだけじゃなくて、詳細にですね、どういう過程で行われたかということを伝えていきます。And again, the goal is to help people feel part of something. 目的はですね、ここでも人がそれを読んで、自分がその一部の動きであると、そういう動きの一部であるということを感じさせることにあります。So many people have told me over the years, labor notes saved my life. 多くの人が私に、この活動している間、私のところに来て、レイバーノーツのおかげで、私は命を救われましたというふうに言ってくれます。They say I thought I was the only crazy person fighting with my boss and fighting with my union. I'm so glad to know there are other people like me. 私だけが上司やですね、会社に対してあるいはその組合と対峙している変な人だと思ってたんですけれども、同じようなことを考えて同じような立場にいて同じことをやっている人がいて本当に良かった、そういうことを知って本当に良かったと思います。Of course, we also have our website. See, for example, in the month of August, one of our most popular articles was about the Nissan election that happened in Mississippi. 例えば我々のウェブサイトなんですけれども、例えば8月で一番よく読まれた記事はですね、ミシシッピ州であった日産工場の労働組合の選挙、投票ですね。We think we'll get 700,000 visits to our site this year. 今年は、70万、のページビューを得られるのではないかというふうに見ています。Our most popular article this year online was in January, and it was What's Coming Under President Trump. 我々の今年の一番人気のあった記事は1月に出されたもので、内容はですね、タイトルはトランプ政権の下で、どういうことが起こるかというものでした。I'll just mention some of our books. One was in 1983. It was called Concessions and How to Beat Them. 本をいくつかだけ紹介します。1983年に出した本は、労働条件の切り下げ、あるいは情報、およびそれに対してどうやって対抗するかというものですね。And this was a big breakthrough for us because we had an analysis of, well, let me back up a little bit. All the employers were asking for concessions. They were asking for workers to cut their wages or make other changes to their contracts that would damage the workers. All of them.
その頃あらゆる使用者が、労働者に対して、労働条件の切り下げを求めていました。賃金の引き下げでしたり、その他労働条件の切り下げを求めていました。And the leadership of the labor movement was generally saying yes, and the rank and file were very angry about that. で、労働組合の執行部上層部はですね、それに、分かりましたというばかりでして、一般組合員は非常にそれに対して怒りを持ってました。But there was no analysis of that, and so what our book did is both explain where the concessions were coming from, why they were not going to save your job, and give you some practical tips to try to fight back against it. ただそこに欠如していたのは分析でした。我々の本では、こういうような情報がどこにつながっていて、情報したところで自分の職が助かるわけじゃないよということを伝えてですね、それに対してどうやって戦うかについていくつかヒントも提示しました。Similarly, in the 80s and 90s, we had 3 books on labor management cooperation. These programs were very big in the United States, and how that was connected to lean production. 80年、90年代には3冊ですね、労使協調に関する本を出しました。これらは労使協調とそれがリーン生産方式にどうやってつながっているかということを分析したものでした。Does everybody know what I mean by lean production? リーン生産方式と言った場合にその意味が分かる方いますか？分かる人？トヨタの生産管理。看板もそうです。看板も一部です。Kanban, Kaizen, all that. Okay, so again, at the top of the labor movement, they had no analysis of this. Maybe we should cooperate with the employers. Maybe they're going to be nice now. And Labor Notes had an analysis of why that was not going to happen. And again, some practical ways to fight back. だから当時の労働組合の上層部では分析がなかったんですね。これを受け入れてみましょうと。そしたら使用者は今後はそう悪いようにはしてこないだろうというふうな態度でいたんですけれども、それに対してレーバーノーツは分析を加えて、なぜそういうことにはならないのかということを明らかにしました。We put out 2 books called Troublemaker's Handbook, 14 years apart, that were manuals on how to do everything. Everything from form a little committee in the workplace up to a strike and more. Big, thick books. で、我々はまたトラブルメーカーズハンドブックという書籍を2冊ですね、1冊目と2冊目の間には14年空きましたけれども、出しました。大変大きくて、太い本、分厚い本でですね、ちっちゃいところをどうやって職場内で委員会を作り上げるかというところからですね、どうやってストライキを打つのかということまで扱った内容でした。And our latest is, does anyone have a copy here? It's called Secrets of a Successful Organizer. It's about how to organize in the workplace. We've sold 13,000 copies in, how long is it? A year and a half? はい、それで、今日どなたかお持ちでしょうかね。Secrets of a Successful Organizer ですね。オーガナイザーの成功の秘訣という本。を出しました。これはですね、1年で1万3000部売り上げたものでして、職場でどうやって組織化をしていくかということについて、書いたものですね。And we translated it into Spanish, and now these guys have translated it into Japanese, and it's also going to be out in Chinese and German. それでもうすでにスペイン語版も出ていまして、我々の方なんですけれども、日本語で翻訳もしています。で、今後中国語またドイツ語でも出る予定になっています。Okay, I think I have to go a little bit faster. I'm just going to say very quickly that we have our conferences every 2 years with lots of workshops, a combination of inspiration and education. ちょっと時間が迫ってきているのでちょっとだけスピードアップしますけれども、2年に1回の会議ですね、そこでは、ワークショップもありまして、そこは、ですね、刺激と
教育とあとは刺激を組み合わせるような内容になっています。21 Japanese people came to the one in 2016. 2016年の会議には21名もの日本人が参加してくれました。I hope it will be more in 2018. 2018年にはもっと来てほしいと思います。We took the latest book, The Secrets of a Successful Organizer, and made a curriculum from the book for workshops, and that's what we did last weekend here in Tokyo. We had 2 whole days of workshops based on that book, and so we're doing that all over the country, the U.S. でこの先ほど言った秘訣の本ですね、オーガナイジングの秘訣の本を、カリキュラムに組み替えてですね、これを2日間のワークショップ形式で、実施しています。日本でも先週末やりましたし、いろんなところで全国で、やっております。So, as I said, we've grown a lot, better known, all that. What are the reasons? このようにですね、レイバーノーツは非常に成長を拡大してきてまして、非常に認知もされるようになっております。で、今度は何でなのか、なぜそうなったのかということを扱いたいと思います。Okay, I think I have 7 or 8 or 9 reasons. 9 reasons. That's a lot. One is the focus on rank and file organizing in the workplace, not focusing on campaigns for new laws or focusing on the staff of the union or the officials of the union.But talking about the rank and file worker and what they do every day in the workplace. 1点目は、焦点をですね、軸足をですね、一般組合員の組織化、に置いているということですね。新しい法律の制定のための運動とか、あるいは労働組合のスタッフですね、専従ですね。あるいは組合役員に軸足を置いているものではない、一般組合員に焦点を当てているということです。Okay. A clear stance for union democracy, the need to change the unions in order to fight the boss. 組合の民主化ですね。上司と対峙するために、民主的な組合運営をすべきというその視点です。Most union leaders, when they try to explain why the labor movement has declined so much, they blame the attacks from the employers, or they blame the Republicans, or they blame NAFTA, or globalization, or technology, and all those things are true. 組合の執行部が組合の弱体化の説明をするときには、通常ですね、経営側からの攻撃のせいだとか、共和党のせいだとか、ナフタのせいだとか、グローバリゼーションのせいだとか、技術革新ですね、テクノロジーのせいだというようなことをとかく言います。But Labor Notes was always willing to say the ways that the union leaders themselves helped to get us into our bad situation. ただレイバーノーツはリーダー、組合のリーダーたちこそがこういう悪い状況に追いやってきたんだということを臆さずに言ってきました。And that resonates with the rank and file. It goes along with what they see. それは一般組合員には非常に、が共感できるものですね。自分たちが目にしているものがその通りですから。So when the UAW, the auto union, lost the vote, at Nissan in Mississippi in July, there was a vote. Should we join the union or not? The union lost 2-1. 7月ですね、今年の日産のミシシッピの工場で、UAW という組合に加わるべきかということで投票したんですけれども、2対1の少数で、負けました。And the UAW said, "Oh, it's because management was so unfair." それで執行部はですね、経営陣が本当に不公平なごずるいことをやってきたせいなんだというふうに言ってました。And that was true, but Labor Notes told what the union did that didn't help either. The way the union ran their campaign all wrong, and it helped them to lose. でもレイバーノーツはですね、UAW の執行部こそがですね、キャンペーン、その組合に加わるための運動をですね、うまくやらずに、そのせいで負けたんだということを明らかにしました。And you can read about that in the blue labor notes that's
circulating around. で今回っている回覧されている青いレーバーノーツの月刊誌がありますけれども、そこに書いてあります。So over the years, we always have supported when there's a rank and file movement, or including local officials, of course, within a union that's trying to change it. Most of those big national reform movements that I mentioned at the beginning, those have faded away. 我々はですね、一般組合員が、地域の組合で、執行部、実権を取ろうとする、動きを支持してきました。冒頭で、申し上げたようなその全国的なですね、規模の組織で、実権を取ろうという動きというのは薄れてきています。But today we see a wave of local and regional reform groupings cropping up, especially in the two teachers' unions, and so we help them a lot. でも地域でですね、こういうようなその一般組合員レベルの民主化の動き、特に2つの教員組合でその動きが非常に活発ですので、レーバーノーツではそれを強く支援しています。Okay, now we had, as I mentioned before, we also had a lot of success when we took on subjects that the mainstream labor movement did not know how to approach, and those two issues were concessions and the labor management cooperation. People came to us because their union leaders didn't know what to do. 組合の執行部が、どうやって扱っていいか、どうやって対応していいかわからなかった問題について、他の組合員の方は我々のところに来ました。それはそのテーマは先ほどあった労働条件の切り下げですね。あとは労使協調路線というその2点です。Another thing that was important for us was to keep our orientation on the labor movement and not take up every cause that was popular on the left. あとはですね、我々はあくまで軸足をですね、労働運動というところに置いて、左翼的な、左派のですね、あらゆる関心事を取り上げようというふうにはしませんでした。From the beginning, we wanted to create an atmosphere that was welcoming for everyone. 最初からですね、我々の目的は誰にとっても入っていきやすい雰囲気を作るということでした。We didn't want to make our readers or the people who came to our conferences feel that if they were not part of the left, then they didn't belong. 我々の読者、そして会議参加者にですね、左翼じゃなきゃ参加できないと、いられないというふうに思わせたくはありませんでした。So we tried to stay away from the leftist rhetoric, which is not the way most ordinary people talk. なので意識的にですね、左翼独特の表現での話したりですね、表現するっていうのは意識的に下げてきました。We didn't have articles about Cuba. キューバに関する記事をよく扱うということもありませんでした。On the other hand, if there was an issue that we felt is connected to workers, but maybe the connection is so obvious, we would try to show how it is connected. 他方で一見して、必ずしもその労働運動につながっていると、あるいは労働者につながっているというふうに見えないテーマでもつながっているのであれば、それを取り上げてどのようにつながっているのかということを示すようにしてきました。For example, we would not write an editorial saying all unions must support the Black Lives Matter movement. 例えば我々は社説として、全ての組合がブラックライブズまたですね、黒人の命をないがしろにするなの運動を支えるべきだ、支持するべきだ、支援するべきだというようなものは書きません。But we have run articles showing how certain unions are doing that. So it's more like a news article with a how-to component. しかしそういうような取り組みをしている組合の活動の記事は取り上げます。なので、それは組合の活動紹介記事で、どうやってやっているのかっていうところに、に重点を置いています。You know about the horrible demonstrations in Charlottesville, Virginia? バージニア州シャルロッツビルであったヘイトラリー、ヘイト集会ですね、であった事件のことは覚えておられますか？ The white nationalists, the
白人至上主義者がデモをやって、Yeah. This was so. After that, we looked back at all our older articles and we made a special packet of the ones that were about how could you start talking about racial justice inside your union, and we put that packet online, and that was very popular. でその時にですね、我々は古い記事を掘り起こして、それをひとまとめにしてオンラインにネットに載せました。それで、どうやってですね、組合内で、人種差別のないその正義ある、状態にできるかというのを話し始められるきっかけを作りました。At the Labor Notes conferences, there are no resolutions, no motions, no votes. レーバーノーツの会議では決議もありませんし、投票もありませんし、動議もありませんし、投票もありません。失礼しました。Because we think if we had that, then people would come with their resolution to get passed, and it would be there would be fighting, and it would be ugly, and especially people from the left would be making idiots of themselves. そういうのがあるとですね、自分の決議を通すためにですね、躍起になって、非常にも喧嘩にもなるし、特に、その左派の人ですね、進歩的な人たちは、外から見ればバカみたいだなというような状態になりかねません。Okay, getting to the end. So another secret of our success was focusing on the workplace. And I cannot tell you, the leaders at the top of the unions, they are not interested in the workplace. They haven't worked there for 20 or 30 years, so they have no idea what it's like. でもうすぐ終わりますけれども、もう一つ重要なのは繰り返しですけれども、職場を重視することですね。組合の執行部にいる人たちはもう20年30年職場から離れているので、職場には関心もありませんし、どうなっているかもよく分かってません。The workplace is the place where the rank and file worker can be the expert. でも職場こそが一般組合員が、いわば専門家であれる場所です。And it's in the daily struggles on the shop floor that we think workers can gain the confidence to get involved in union affairs, take on broader issues. それで、職場、現場での日々の闘争を通じて、組合員が自信をつけてですね、より広い問題についても話し始められるようになるものと考えています。So, related to that, many labor leaders, or all the labor leaders, they see the main work of the union as politics. They give money to politicians, they try to get their members to vote a certain way, they try to get their members to go out and campaign for the endorsed candidate. ほとんどというか全ての労働組合のリーダーはですね、政治傾向が非常に強くてですね、政治家に献金をしたりですね、組合員を動員したりですね、こういう方向で投票してくれと呼びかけたり、あと運動に動員したり、特定の候補者をですね支持するために動員したりします。So Labor Notes, because we are a non-profit organization, we legally cannot endorse any candidates. レイバーノーツは NPO ですので、法的には特定の候補者に肩入れするということはできません。And most of the time that was okay with us because we thought most of the candidates were not very good anyway. そこは特に問題なくて、どうせろくな候補者がいないというふうに思ってたもんですから。But there is a weakness, you know, to not saying a whole lot about politics because politics is extremely important, of course. 他方で政治について、何も言わないというのは、弱みでもあります。政治が重要であるということはもう、言うまでもないことですから。And the upsurge among union members for Bernie Sanders last year was one of the most exciting things we've seen in many years, and I can tell you more about that if you want. That was fantastic, and we did have articles about Bernie and meetings at our conference for people who wanted to support him. 去年あったですね、そのバーニー・サンダースの候補をですね、支持する労働組合が急増したという動きは非常にしかし面白いものでして、我々もですね、レイバーノーツで、バーニー・サンダースを記事に取り上げて、ました。And
And we will invite him to speak at our conference next year. Don't know if he'll come, but he will be invited. 来年のレイバーノーツの会議にはバーニー・サンダースにスピーカーとして声をかけて招聘したいというふうに思ってます。来るかどうかわかりませんけれども。And finally, the last lesson that I think is important is the importance of encouraging people to be in touch with each other. We always try to help people form networks within their unions. People love that. They like having places they can go for advice. That's as important as anything we do. 最後に重要なのはですね、我々は組合がつながっていくということを推奨しています。我々はネットワークですから、で人間組合の人たちは実際お互いとつながってお互いから学び合うというのは大変好きなものですから。So I will end by saying I do not know if our labor movement will continue to be ground down until there's almost nothing there, or if it will manage to rise from the ashes. But if it does rise from the ashes, Labor Notes will have played our part. で最後にですね、今後労働運動がさらに弱まってしまうのか、あるいはこの非常に苦しい状況から蘇っていくのか分かりませんけれども、仮に蘇ることがあるとすれば、レイバーノーツはそれに相当な役割を買ったものだということです。はい、予定よりだいぶ早く終わっていただいてありがとうございます。時計で35分までちょっと休憩を取った後、質疑議論をしたいと思います。